こんにちは。アルファアドバイザーズの坂下です。今日は、春と MBA 徹底検証ということで、春と MBA、今、アルファでも非常にもう日本で人気が出てきていて、アメリカの就職がものすごく圧倒的に他のビジネススクールに比べていいとか、あとは授業もかなり実践的で、MBA とビジネスアナリティクスとか、MBA とファイナンスとか、もうこれから専門性の時代なので、一般的な MBA だけではなくて、デュアルディグリーが取れるよとか、あとは奨学金が非常に多くもらえるとかですね、最近気になっている方も日本でもどんどん増えていて、でかつ、ね、レベルがかなり日本でも入る方の、レベルですね、学歴とか職歴とか、今までのプロフェッショナルなご経歴が、非常にレベルが高い方が入るようになっているということがあるんですけれども、奨学金が結構ね、たくさんもらえるとか、あるいは、なんでそもそもそんなに、就職がいいのかというところで、かなり皆さんからご質問をいただくことが増えましたので、今日は、ハルトインターナショナルビジネススクールのアドミッションの岩田さんにも来ていただいて、アルファの、入住さんと私と、ちょっとですね、検証というか、どんどん深掘りをしていきたいと思います。で非常に、プログラムも実践的ですし、事実、アメリカの就職もね、いつも就職結果をお見せしているように、私たちがいろんな学校を見ている中でも、それこそ、トップスクールの、方もたくさん見てますけれども、本当にここはですね、トップスクール行っていても全然アメリカの就職取れてない人とかかなりいるので、そこはね、かなり結果出ているので、今日も事実を皆さんと共有していきたいと思います。アルファとしては皆さんの見方というか、一応ね、個人の見方っていうところでずっとやってきてますので、皆さんからいただいている疑問にも今日はね、ガツガツお答えしていきたいと思います。でアルファでは今まで15年間、こういった社会人のキャリアアップっていうのと、就活、学生さんの受験なんかもサポートしてるんですけども、ぜひ個別に相談したい方は無料相談入れていただければと思います。ハルトさんも今日お話していく中で、ぜひ興味あるなとか、いいなと思う方はご相談いただければと思いますし、アルファとしては非常にフラットに皆さんのキャリアにとってベストな学校をアドバイスもしてますし、学校選びのご相談非常に多いんですけれど、結構イメージとか、よく実態というか、就活とかの事情がわからないまま行ってしまって、いやいや、そっちの学校じゃない方が良かったよねっていう方も結構いますので、ぜひ事前にご相談いただければと思います。はい。今日はアルファ代表の入住さんと、私、坂下、あとはハルトインターナショナルビジネススクールのアドミッションの岩田さんにも来ていただいているので、皆さんで進めていきたいと思います。ご質問があれば、皆さんどんどん入れていただければお答えしていきますので、よろしくお願いします。で、入住さんは、商社からシカゴ大学のビジネススクールに行かれて、そこからゴールドマン・サックスに行かれて、アルファを起業して今15年間ですね、いろいろな方に来ていただいて、で、ハルトさんは、今まで、例えば、非常にね、今日お話しするように、レベルが上がっていると、学歴とか職歴とか、やっぱりプロフェッショナルな経験がかなりある方も入ってますし、逆に今まではそんなにビジネスはやってきていないけれども、これからキャリアアップして頑張っていこうという方もいたりしますけれども、本当に様々な方のキャリアアップを応援しておりますので、どんな方でもいつでもご相談いただければと思います。私はヘルスケアのキャリアからコロンビア大学の教育大学院に行って、今は博士課程でも研究もしつつ、それはちょっと AI 関連のビジネスなんですけれども、プラスアルファと運営しております。はい。ということで、これはアルファのサポートですね。皆さん来ていただいたら長期ゴールとかキャリア戦略っていうのをしっかり作って、そこから学校選びをして、レジュメエッセイと、ものすごい勢いでですね、アルファはもうスピード感、もちろんクオリティもなんですけど、やっぱり勢いというかね、スピード感大事なので、ここで1年、2年かけてしまうとですね、キャリアの機会損失にもなりますし、そこはスピード感を持ってやっておりますし、ハルトさんも奨学金が多いことで有名ですけれども、アルファもサポート費用、通常の、いわゆる、予備校とかカウンセラーさんのもう3分の1とね、決めでずっとやってきていて、今、なんか他のカウンセラーさんとか、だいぶ高いところもあるんで、3分の1以下になっているところもありますけれども、非常にスーパーよくというかね、ROI 高くやっておりますので、ハルトさんもそうですし、他のビジネススクールもそうですし、さらに他のトップスクールとかもね、かなり皆さんをがっつりサポートできる体制に今強化しましたので、いつでもご相談いただければと思います。はい。ということで、今日はハルトの MBA、MIB と決定検証をしていきたいと思います。でハルトさんは MBA もありますし、
あと先ほど申し上げた MBA 以外のマスターですね。さらにこう専門的なファイナンスとかビジネスアナリティクス、あとアントレプレナーシップとかマーケティングとかがあります。あとはさらに若手向けのマスターインインターナショナルビジネスと MIB と呼んでますけれども、大学生でそのまま行く、MBA のこう若手向けバージョンみたいなものがね、かなり人気があって、大学生で直接行って、本当にそこの方たちはですね、今、投資銀行を総なめにしているような、ものすごい結果をアルファで出してるんですけども、そういったマスターもあります。ということで、こちらに挙げてある学費とか、皆さんがね、気になる奨学金とか、がメインですかね。あと就職、に関してもガツガツと聞いていこうと思います。では、皆さんよろしくお願いします。はい。かなりね、入住さん、皆さんからも、ものすごく結果も出してますし、逆に、ハルトさん自体がね、アルファでだいぶ有名になったと思いますけれども、やっぱりこう、トラディショナルなスクールでもないのかなっていう方もいて、なんでそんなに就職がいいんだろうとか、奨学金結局いくらもらえるんですかっていうご質問がね、非常に多いので、今回の場を設けましたね。はい、そうですね。本当、ハルトさんは、我々がいろいろマーケティングをご一緒させていただいてから、本当にすごい勢いで認知が広がって、で、やはり、どんどんその優秀な人が入学されて、で、米国就職含め、外資系とかグローバル企業に、どんどん入っていかれてると、商社とかですね。で、海外就職の比率に関しては本当に高くて、これまた明日ぐらい動画やりたいと思いますけれども、かなりもう日本が、結構、円も含めてですね、しんどいんじゃないかという相談が本当に多くなってきて、皆さんようやくその日本の現状というものがお分かりになってきて、で、いよいよ日本で働くというよりかは、もう海外に行って稼げるような自分にならないと、ドルを稼げるような人間にならないといけないんじゃないかというので、ご相談非常に多くなっています。で、その中で、結構ですね、ハルトさんの実績は、我々見ていてすごいんですけれども、やっぱり傍から見ると、こういう、信仰のっていう言い方は、もともとハルトは、もう、アーサー・ディ・リトル・マネジメントスクールっていうところを、EF っていう、エデュケーションファーストっていう語学スクール、世界最大の語学スクールが買収したところから始まってるんで、ビジネススクールの歴史としては長い。ですけど、ハルトっていう名前に、リブランディングしてから、結局、その、ブランディングの、いわゆるこう定着っていうところまで、比較的、何でもそうですけども、時間がかかるんで、ただ、やはりその圧倒的な実績を、見てですね、本当にいろんな人が、ハルトがいいと、良さそうだということで、どんどん問い合わせをいただいて、今、20代の、社会人と、あと学生でも編入する人とか増えてきたり、就活うまくいきたいって言って、大学卒業してすぐハルトの MIB 行かれたりっていう人も非常に増えている中で、20代、30代、40代、時には50代の方も MBA とかですね、あとオンラインのビジネススクール、あとビジネスアナリティクスと組み合わせる人が非常に多いですかね。の人たちがやっぱりすごく多いです。で、結局、その、我々が、今一度、ちょっとハルトさんって、本当に、今ね、結構全体的に、その、円安とかもあって、円安は別にどこでも一緒なんですけども、学費、アメリカの MBA とか学費高いよね、みたいな話があったり、学費がもともとそのハルトさんは結構、その、リーズナブル、で、あと奨学金もたくさんもらえるんで、そのネットのですね、皆さんの持ち出しがそんなに多くなくて済むとか、あとはプレスクールもあるよねとかですね、あと、米国就職すごいよねとか、ハルト合格した後、実際にハルトにもう受かったらそこに行くっていう人も多いですけども、もちろん他の学校も受けるみたいな人もいて、合格後のプロセスどうなってるんですかねみたいな話も含めて、今一度ですね、徹底検証しようと。で、ここで一旦クリアにしておくことで、やはりその皆さんも、もっと優秀な人が、ハルトに来るんじゃないかなというふうに我々も思っていて、で、我々はいつも、
本当に多くの人から、ハルトさんを受けたいんですけど、とか、ハルトさんも気になってるんですけど、みたいな感じでご相談いただいて、特にね、エミさんとかが最初無料相談して、僕はもう実際のアプリケーション、エッセイとかレジュメとか面接対策とかは僕とかアドバイザーが見てるんですけど、実際に特にエミさんとかが、やっぱり相談の時点で、皆さんから本当に、このような質問をいつも大量にもらうので、で、我々もですね、本当にディテールなところまでは分かってないっていうか、分かってないというよりかは、当然ね、状況っていうのは変わるので、アップデートしつつあるものの、皆さんと同じようなね、ここ本当どうなってんのかな、みたいなところっていうのも、多少あったりするので、我々が疑問に思っているところとか、クリアにしたいところも含めて、今回ですね、岩田さん、ハルトインターナショナルビジネススクールアドミッションの岩田さんの方にですね、お願いをして、ちょっとクリアにですね、ご説明いただいて、で、皆さんにですね、なんかこれだったら、やっぱそういいねと、ハルトいいねと思っていただけるものにしてですね、もっともっと多分、本当に優秀な人が、すごい増えている、東大総計、出身の人がもうほとんどになってきてるんじゃないかな、宮廷とか含めて。なので、非常に優秀な人たちが行く場所になりつつあって、それもね、もっともっといろんな人が行ってくれればっていうのは我々の思いとしてあるんだけれども、やはりそういう人気化するとそうなってくるっていうのは一つあって、なので、今日はですね、こう皆さんの疑問に徹底的にお答えいただくという回、プラス、今10月の末のラウンドが終わって、もうこれから11月になりましたので、11月のラウンドがスタートします。で、月末、11月末までの、締め切りになりますので、これね、なんか先ほどちょっとお伺いしたら、もう結論はですね、MBA とビジネスアナリティクス、これをセットでデュアルディグリーで取るっていうのが一番最強でコスパいいわけです。でも、その2番目のですね、セカンドディグリーの部分っていうのが、その奨学金率っていうのは今100%、つまりもう無料でですね、400万ぐらいのビジネスアナリティクスがですね、無料でいけるんですけれども、これがですね、そろそろ奨学金が終わりそうであるというお話があるみたいなんで、ビジネスアナリティクス取りたいと、MBA とビジネスアナリティクス DR で取りたいという方は、この11月ラウンド必ず申し込んでください。はい。で、席だけ押さえて、いただいて、他の学校を受けるんだったら全然いいし、そこで決めるんだったらそこで決めると。で、やっぱり私たちが毎年見ていると、ラウンドが進むとですね、やはりその奨学金率っていうのが当然下がってきてしまうので、今まで100%もらえてたのが、ビジネスアナリティクスが80%になったり、60%になったりするので、やはり早く合格のして、で、席を勝ち取られた人の方が、明らかに、いわゆるコスパが良くなるということになるので、ぜひですね、11月ラウンドで、これでクリアに、多分なると思うので、で、さらにもし分からないのがあればですね、またそれは我々に聞いていただければ、岩田さんとかにも確認してお答えしますし、疑問を、すごくクリアにしていただける回なのかなと思っておりますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。はい、ということで、じゃあ岩田さん、よろしくお願いいたします。はい。皆さん、こんばんは。ハルトになりますの岩田です。そうですね。ちょっとおっしゃる通りですね。ちょっと私の方でも改めて、クリアするというか、皆さんいろんなお問い合わせが来ていると思うので、ちょっとそこを今日は、他の学費とかもちょっと検証したので、そこで、じゃあハルト本当に安いのかとか、で、奨学金実際上で出てるんですかとか、あとはプレコースとか、じゃあ合格のプレソースとか、なんでアメリカ強いですかっていうのを、端的に、私の方からそんなに多くないですか。で、ただ、今日メインはですね、やっぱり皆さん質問見られた方は、ある方にもそうですし、私にもライブでいただければ、それに応じてお答えできると思うので、まずはちょっとスライドだけシェアをすると。なので、今日はもうラウンド2ですね。もう10月末でラウンド1は終わってですね。で、合格者方とも、ディナー会、していただいて、皆さん非常に優秀な方が来年はさらにですね、来ていると。逆に言うと、ハルトのじゃあアドミッションとしても、じゃあこれから入る人はどうでしょう。もっと期待できる方に来てほしいというのがあるので、そういった基準も今後さらに厳しくなってくるのかなと考えておりますと。で、今日はまずは第2ラウンドですね。プレート11月先ほど末
ということで、それまでに申請すればどういったのがもらえるのか。これが一つ。で、それに応じて、スケジュール感ですね。じゃあ、どれぐらいにオファーもらったらどれぐらいに、じゃあ入学金を納めるんですかとか、そういったのが学校側に出しているので、それを今日はお伝えしようと思います。二つ目が、じゃあ、ハルトの、ハルトずっと先ほど、アーセリートがずっと1年生で、もう60年間ずっと1年生だったんですけども、で、その1年生の他の MBA、最近多いですし、さらに2年生のいわゆるトップ MBA と比べてどういうふうに、コスパ、もしくは単位ごとのクレジットごとの授業が安いのか、という検証。で、最後、このイベント Q&A、お時間としたいと思います。で、まず最初のセカンドラウンドですね。もう11月に入ったので、セカンドラウンドは11月末までに申請、登録、プロフィールを登録いただく。で、12月の28日までに合格、オファーをもらって、それまでにデポジットをチャーすると。年内までにオファー、入学金を納めると、セカンドラウンドの席として確保されると。で、その点とし、主なメリットとして2つあって、1つが最初のディグリーですね。MBA にせよ、マスター MIB とか MIB です。とか、最初のディグリーについては、最大4割それは決まっていると。ただ、ちょっと日本人のデータが出していて、今年入学した方は22.34%。なので、その平均、基本的には平均前後に言われていると。で、さらにオンラインの方は、最低 10%。なので4000ドルですね。さらに、最大で 25%、1万ドルは、これは上下するんです。も、まだベアすると。これに加えて、アルファ型、あれから紹介いった方は、限定で追加で3000ドル。通常の、この賞金に加えて3000ドルが上乗せされますと。まずこれ一つですね。これが最初のディグリーの、奨学金。平均 22%。アルファ型は、追加で3000ドル。続いて二つ目のデュアディグリー。これが、最初のラウンドが終わってですね、グローバルで、たくさん皆さんもらったんですけども、まだ、分かるということで、年内です。このセカンドラウンドで最終的に打ち切ると。いうので、このデュアディグリーの全額賞金。もう金額も固定していて、44,700ドル。つまり 100% がもらえると。で、これはもうセカンドラウンドで、最後に。なので、特にデュアディグリーですね。先ほどMBA と、特にビジネスアナリティクス、大体もう、7割、8割ですね。皆さん、ビジネスで取っているので、そのデュアディグリーの全額賞金をもらっている方は、基本的にはもう、これまでのオファー、まずを目指していただくと。はい、この最初のディグリーの奨学金、さらに2つ目のディグリーの全額賞金が、11月末までにまずは申請いただいて、その後1ヶ月時間なので、それまでにちゃんとオファーをもらうと。そうすると、このセカンドラウンドの枠で、賞金もそうですし、あとはもちろん早めに来た方には優先的に審査されるので、先ほどもすでに優秀な方がたくさんオファーもらっているということで、これから来る方、もちろん自分なりの、じゃあなんで入っておきたいとか、どうやって貢献できるんですか、そこをちゃんとアピールいただく。ただもちろん早めに来た方に審査されるので、そこはもちろん、まずは早めに申請いただければと。これがセカンドラウンドの主な、流れで、これはそうですね、学校が明確に出している、じゃあ、具体的に合格オファーもらえる方がどれぐらいでじゃあ、入学金の納めるかっていうのが、もうスケジュール感があって、10月はもう終わったので、具体的にじゃあ11月の方は月2回ですね。11月の半ば、15日。その後は11月の30日までに入学金を納めると。つまり、じゃあその11月の、どうです、半ばにオファーをもらった方はこれまで納める。10月の下旬に終わった方はこれも納めるというのが決まっていると。で、今後は、キャンパスのチーム、キャリアチームが、セッションですね。公開者だけにズームで集まってもらって、世界中でセッション、実際に話をするとか、質問するとか、いうのも、その期限の前に設けていただける。これはもちろん参加人なんですが、もちろん皆さん、オファーをもらった方は、実際にキャンパスの方と話せますとか、キャリアチーム、現地の方と話せますという機会を設けるので、ぜひですね、キャリアキャンパスセッションというのも頭に置いておくといいのかと。で、12月入ると同様に、月2回ですね。デポジットの入金期限があって、なのでそれまでにオファーをちゃんと見直して、これまでに入金いただくと。同様に、キャンパスキャリアチームのセッションが月2回。もうスケジュールが決まっていて、やる方も決まっているので、こういったスケジュール感で、このセカンドラウンドですね、が、進んでいくというのを皆さん頭に置いていただければ、じゃあどれぐらいまで申請して、どれぐらいにじゃあ書類揃えて、どれぐらいにインタビューして、じゃあどれぐらいもらえたらっていうのが、スケジュール感が組めると思うので、特に年末、そうですね、年の瀬新しい方も多いと思うので、このセカンドラウンドで、ぜひですね、特にこの最後、なるべく最後、12月までに、まずオファーをもらうというのを目指していただく。これが一つです。なので、ただ、この、11月も今日1日なので、もちろん、これ見られてすぐに申請する方は優先的に審査枠の方もありますし、賞金の方も枠が決まっているので、この11月待たずにですね、まずは、
先に申請をしていくのがいいのかと。これが、まず最初のセカンドラウンドの、奨学金についてと、その後の流れですね。オファーもらった後の流れについて。で、二つ目の、じゃあ、ハルト本当に安いのかっていうところで検証したいと、いうことだったので、まずは、私の方から、これは、コエツンクエンズが出している最新のトップ MBA ですね。もうずらっと10個ぐらいあって、じゃあ、どれぐらいかかるんですかっていうのは、これ見るんですけども、私、Excel でまとめてたんですが、来年、今年ですね、最新のは今年の2023年のテューションフィーがずらっと出ていて、その翌年の来年のテューションフィーで、2年生のところは2年あるので、出ていると。でトップ4から見るともちろん、ワートン、NYU、コロンビア、MIT、イェール、ノースウェスタン、シカゴ、ダートマス、スタンダード、スタンフォードですね。こういったのがもうずらっと出していて、で具体的に生活どれくらいかかりますというのを、もうホームページにずらっと出ていると。そうするとコストがだいたい、20万超えですね。でクレジット数、ホームページ私も見たんですが、基本的に出しているので、それをもとに、じゃあ、一単位ごとの授業料を計算したら大体これになると。ちょっとクレジット数が明確でなかったところも多いので、大体は2000ドルから、そうですね、2000ドル台が、テューションのここにかかる、クレジットごとにかかるテューションフィーとして見るのかなと。私も他のところの奨学金の、金額どれぐらい出るか、そこ私もすべては詳しくないので、今のところ奨学金抜きで、こういったケースなのかなと。で、続いて1年生の、いわゆるトップ校というところが、これもポイズンプロンスを参考に、出していると。で、皆さん分かる通り、そうですね、1年生は、先ほどの2年生のところもですね、1年生と併用してやってるところも多いので、そうすると、じゃあ、ノースウェスタン、コーネルテックですね、デューク、NYU のテック MBA、UC、ユニバーサルカリフォルニア、サウスマーシャルですね、エモリー、バブソン、ハルトというところで、いわゆるトップ校というところを、まず、授業料を比較してみたと。で、ハルトも、授業が値上がり決定して、もう値上がりの分で皆さん適用するので、一番下のハルトは来年は87,900ドル。なので、85,000ドルから 3% ほど値上がりはもうします。これが確定していると。他のところもそうですね。来年の方はそうですね。だいたい10万ドル超えるところもありますし、9万ドル。バブソンは9万ドル弱と。いうトップ校は大体これくらい1年生かかると。で、生活費もそうですね。だいたい1年生ニューヨークとか、ボストンとかいいところにあるので、だいたい3万ドル。ちょっとロサンゼルスの、サザンカリフォルニア USC はちょっと多分生活安いので、学校としては26,980ドルと。ハルトは生活費ですね。年間だと、家賃が年間18,000ドル。生活費が12,000なので3万ドルというのを出していると。トータルコストは、1年生だと、これがかかりますというのは、10万ドル、もしくは15万ドル超えるところがあります。で、クレジット数これも出ているので、比較して、ハルトは43クレジット。で、そうすると、この単位ごとの授業料が、これがかかりますと。いうのは、大体同じぐらいですね。ちょっと授業料高いところは2,400ドルぐらい。で、もしくは単位数が多いところは、例えばデュークとかは、なんと、人クレジットごとに14,000。ハルトは、授業料これ、奨学金抜きで、全く抜きで考えた場合は、クレジットに2,000ドルがかかるイメージ。なので、これを見ると皆さん、ちょっとハルトはどうでしょう。他の2年生も、だいたい1クレジット2,000ドル以上かかりますし、ハルトも、2,000ドルかかるんだろうと。なんならこのバブソンと比べたら、賞金抜きの場合だと、クレジットごとに授業料が高く見れると。なので、これを見る限りは、他のトップコード、そこまで授業料が変わらないので、さらに人単位ごとの授業料もその変わらないというところなんですが、これが今日はお話しあったのが、まずハードの場合は、奨学金が、たくさん出ていると。で、これは日本人のみならず世界中にたくさんオファーされていて、これ私もちょっと他のところの、正直わからないので、他の学校はどれぐらいオファーしているか。特にハルトの留学生がもう9割以上の留学生にオファーしているので、あまりアメリカ人が出ないので、そうすると、じゃあ留学生でどれが出るかというデータがあって、まずは、それをもとにですね、じゃあアベレージの奨学金、今年2023年、日本人の方を見ると22.4%、22.43% でしたと。つまり MBA だったら2万ドル弱ですね。マスターだったら1万
2000ドルです。が出てきたと。これはあくまで平均なので、なんなら 0%。全く社費でいませんという数も言いましたし、40%。どうしても一人でしたという方もいましたし、平均で取ったら、日本人の方大体5、60名いて、22.4%。43%ですね。これはキャンパスの方だけですね。オンラインの方に含めないので、が出ていると。で、質問がどういった基準でそれをもらえるっていうのは、今年はメリットベース。つまりその方のプロフィール。英語の点数高いですよとか、GPA 高いですよとか。もしくは GMAT と GRE 持っている方はそれも考慮されてとか。さらにニードベース。その方が本当に必要かどうか。総合的に判断されて、平均 22.4%、40%。で、アジアの方、私もアジアの、担当しているのを見ると、25%もらっているので、ちょっとアジアの方はもう少し多めのかなと。とか、先進国多いんですけど、やっぱり途上国から来ていて、こういった途上国の方、どうしても必要と思うので、やっぱり平均で見ると、どうでしょう。東南アジアとか、そういった途上国の方からやっぱり高いと。もちろん日本人とか、韓国人とか、そういった先進国の方でも平均で 22% は出ていると。で、それをもとに計算するとですね、先ほどお見せした、この、授業料、準授業料で、そのまま計算すると、トゥイッションパークレジットが2000ドルなんですけども、仮に1年生の MBA で平均の 22%。で、2万ドル強になると。そうすると、この、トゥイッションパークレジット、つまり、単位ごとの授業料が1万5000ドルになると。つまり他のいわゆるトップコードがれても、費用を取らない。むしろそういう安く勉強できると。で、それのみはですね、1年生、ハート1年生なんですけども、デュアディグリーというのを5年前に始めて、特にちょうど5年前にこのビジネスアナリティクス、先ほど大体7、8割がこれ取ると。いうトレンドも変わっていなくて、むしろこれが人気になってきていると。いうので、通常のビジネスアナリティクスだけでも1年で56,700ドル。これは今年まで55,000だったので、これも 3% 値上がりしたと。で、それだけでももちろん、かかってくるんですが、このデュアディグリーと組み合わせると、ハルトは1年と追加で半年からですね。1年半で2つ取れるというのを始めているので、この MBA で、デュアディグリーは、44,700ドル取れていると。そうすると、生活費が年間3万ドル。で、デュアディグリーの場合は、割る2で15,000円かかると計算できて、トータルコストが出ていると。で、賞金ですね。これが先ほどの平均の 22% と、デュアディグリーの 100% をもらえると計算した場合に、クレジットごとの、授業料がなんと1000ドル以下と、995ドルで平均ですね。取れてしまうと。いうことで、これは先ほど、例えば2年生のところでも、ちょっと戻すと、これは大体2000ドル以上かかってくるんだと思うんですけども、あとのこの奨学金、平均取れた場合でも、その単位ごとの授業料がだいぶ安く、1000ドル以下で取れてしまうと。そういった理由から、基本的に皆さん8割以上の方はこのデュアディグリですね。MBA 取って、奨学金を使って、2つ目取ると。そうすると1年半ってこれぐらいのコストで、その単位ごとですね。1単位ごとの授業料1000ドル以下で取れてしまうと。さらに今日ですね、プレコース。最近これ非常に増えているので、ちょっとお問い合わせが多くて、プレコースも、もともとですね、その平均の 22% の授業料に対して、じゃあもともとプレコース行きますという方には、その上乗せ。もしくは平均よりも高く、出ていたと。いうことで、書いてある通り、プレコース自体の授業料は2ヶ月で7000ドル。半年方は、2万ドルが出るんですけども、これに対してハートとしては、ハートの授業料にこれぐらい賞金を与えますというのを出していったと。なので、これからもですね、仮にプレコースと行きますと予約した場合は、もちろんこの 22% 平均は変わらないですけども、通常のプレコースなきの方には、もちろん学校としては、そのくらいの補助は出てくるのかなと。ただ、基本的には自費なので、ホームステイだと生活費をかかるんですけども、授業料自体は自費なので、この最後のですね、プレ MBA とハルトとデュアディグ取った場合の計算をしていますが、授業料自体はじゃあ2万ドル追加で、10万、7,900ドルかかると。で、この方さらにデュアディグ取った場合、で計算した場合に、トータルコスト、奨学金なしでもう20万ドルかかってくると。で、先ほどの平均の奨学金、平均でじゃあ 22% と、デュアディグリ全額もらった場合。で、考えても、この単位ごとの授業料ですね。が、最後の通り1万130ドルですね。なので、プレコースを、じゃあ仮に半年間にね、2万ドルで、全部自費で行かれた場合でも、奨学金なしの場合でも、これぐらいの単位ごとの授業料できるので、プレコース、ハルト、デュアディグリ、これだと2年生のケースになると思うんですけども、他の2年生のと
方で比べても、その単位ごとについての授業が非常に安く、組めるのかなと。はい。これがそうですね。私が検証したその2年生、トップ校の、これはどれぐらい奨学金出るかからね、準授業料として計算したものの、単位ごとの授業料が、2年生、3、1年生と比べて、このハートの平均の奨学金とデュアディグの奨学金のパッケージでもらえた場合には、これぐらい単位ごとの授業料が安くなるという計算ができるのかなと。なのでまとめると、最後のところですね。通常の MBA の来年から87,900ドル。デュアディグリーは44,700ドル。なので13万ドルかかってくるのが、平均65,000ドルもらえたとしたら、この MBA とデュアディグリー、特にビジネスアクセスですね。が、賞金 50%、つまり、半額でできると。そういった計算ができると思うので、このパッケージですね。あとちょっと小卒業の紹介しようと思うんですけども、MBA とビジネスアクセスで、特にアメリカとか、鉄系とか、AI エンジニアになりますとか、方が多いので、こういった方が、これぐらいのコストを抑えて、その後の就職につなげているというのが一つ。でもう一つ目が、オンラインのプレコースも始めると。これは来年から初めてスタートするので、それも実はニーズが多くて、ちょっと先ほどプレコースで6ヶ月間、ちょっとなかなか仕事も行けない、行けないとか、ご家族がいるので、なかなか自分だけ行けないとか、2ヶ月の行けるけど、6ヶ月するといけないような方が多かったと。なので、私もボストンと話して、そうするとオンラインでもプレコースができるようになると。これもちょっと詳細後で持ってるんですが、3ヶ月だと17,110ドル。6ヶ月だと3,050ドル。なので、だいぶ通常のキャンパスのプレコースよりも安く、できると。つまり、日本にいながらちゃんと働きながらオンラインで、プレコースを使用すれば、英語の条件ですね、クリアできて、ハートの MBA なり、マスターに行けるようになると。ただ、プレコースのいいところは、やっぱり現地で、英語のみならず生活とか、現地の現地とかと話せるとか、ネットワークできるので、それはもうコスパという意味で考えるなれば、果たして本当にこのオンラインで、アンカーでやった方がいいのか、英語だけ。もしくは現地に早めに行って、追加でこれかかるけど自分に投資をして、それ以上のリターンを求めるのか。それは皆さんで、投資していこうか。というのは、考えていただけいいのかなと。だから今年はですね、オンラインでプレコースをアンカーでもできるようにすると。いうのを発表しております。なので、今日はですね、検証として、じゃあ、ハルトの平均の賞金、だいたい2割ですね。MBA は、2万ドル前後。マスターは1万ドル前後もらえた場合の、だいたいコスパとして非常に安いと。ポイントとしては、デュアディグリー、組み合わせたら、非常に安く、2つ単位も取れますし、2つ学位も取れますし、単位ごとの授業も非常に安くなるというのが、3つ取るかなと思います。最後ちょっと触れなかったですけども、アルファ生は賞金3,000ドル。これ上乗せされるんですけども、ジンバと GRE の賞金がちょっと最初のラウンドで、もう10月に終わって、たくさん世界中からやっぱり、ジンバと650点以上とか、700点以上の方が申請されたと。それで、以前までお教えした、特別賞金 50% から 90% という枠も、ほぼほぼ埋まりつつあると。いうので、これからちょっと不安な方は、もちろんプラスになるんですが、最大で4割までアピールができるようになるので、それはもし自信があるならば、ジーマの10のスコアでアピール。通常のメリットベースのところでちゃんとアピールができるので、それも目指していくといいのかなと。はい、これでおそらくですね、この表で、それは大体クリアになったと、思うんですが、その最後にですね、私の方で、その先ほど ROE 投資効果というのを話をしたので、ちょっとそのページも今日はお見せしたかなと。いうので、これはですね、エコノミスト誌が、直近3年間の卒業生の給与、統計を取って出しているもので、あとは毎年トップ3に入っていて、これはちょっと毎回お見せしてるんですけども、左のペアバックピリオド。どれぐらい投資して、先ほどじゃあ、私はこれぐらいの投資をして、アウトに行って、どれぐらいそれが回収できたか。つまりどれぐらい給与をもらって、それを投資回収できたか。という計算がしているんですが、ハルトは直近だと 2.1 年。で、やっぱり見ると1年生のところですね、母校に。オックスフォード、欧州のところもいいと、イニシアルとか。先ほど見たトップ校の2年生のところはやっぱり NYU とかは、3年、4年、5年ぐらいかかっているところも多いと。あともちろん授業料も高いところも多いと。いうので、ハルトは毎年2年間税これ借りている。でさらに、それは右のですね、給与の上昇具合も非常に高くて、直近だと 2.3 倍、2倍以上なっていて、でこのポイントはおそらくは、海外で働く人が多いのかなと。あとはもう9割以上留学してきていて、自分の母国通貨やっぱり弱いところも
アジアもそうですし、アフリカとか、南アメリカとか多いので、そこでじゃあ、7割以上アメリカで働く方が多いので、そうするとアメリカの現地ドルで稼げば、卒業前後で、もうそれだけでも、為替の際だけでもそうですし、給料の上昇ぐらいだけでも高いので、もう2.3倍平均として給与がかかっていると。もちろん他のところもですね、例えば2倍のところも多いんですが、基本的にはだいたい、2倍にならずに 1.5 倍とか、他のところももちろん上昇するんですけど、そこまで上昇は見込めないと。ハルトはそうですね。もともとじゃあ日本で働いていて、ハルトで実践的なクラスを学んで、みんなで施策まして、アメリカ働こうという環境で皆さん成功を取って、じゃあアメリカでドル稼いでこれぐらいの上昇が見せていると。そういった理由から ROE ですね。これも、先ほどの賞金、平均2割はおりますというのも、に加えて、皆さんアメリカ働く人が多いとか、いうところを加えると、毎年トップ3にランクインしているというのがあります。で、今日はですね、改めて、じゃあキャリアチームが出している毎年のキャリアデータ、で2023年出すと、マスターは 72% がアメリカで書いてますし、MBA は 73%。で、これは、史上最高というか、今まで5割、6割だったんですが、そういったデータで出ていて、もうそれも、そうですね、皆さんのもうアメリカで働く日本人の方もそうですし、アジアのみならず世界中多いので、そういったハルトのネットワークが現地でどんどん生きてきてるのかなと。で、そうですね、まあ、通常、平均でも 14%。留学生がアメリカで働くのは大体 15% の大学院なんですけども、これはそうですね、IA とか出しているデータで、ハルトは、通常5割、6割。で、コロナの時も、49%、5割だったんですけども、ちょうど7割超えだったので、通常の大学よりも5倍以上の実績が出るようになっていると。それぐらいアメリカの資本強いというところでもう、認知をされてし始めている。で、これもキャリアポートにトップ先ですね。トップ出席も出ていて、通常の今までのビッグ4とか投資銀行とか、ガーファイムに加えて、マッキンゼ、ドイツバンク、ゴールドマンサックスですね。これが非常に最近増えていると。で、JP モルガンも増えてきていて、これ世界中ですね。もちろんアメリカも半分以上働いてるんですけども、こういった、いわゆるトップ、いわゆる今までなかなかトップ講師か、声がかからなかったところがハードの方にもどんどんかかってくるようになっていると。これが大体変わってきたのが大体コロナから皆さんオンラインリクルートして、じゃあどんどんアプローチしようということで、ハルトの方にもアプローチしていただいて、でコロナ終わってもですね、これが直近なんですけども、こういった実績がよしみていると。いうことで、そういったそうですね、時代、ビジネスが変わっていく中で、ハルトは柔軟に変化してきて、通った実績がこのように出てきていると。で、もちろん日本人ですね、こちらも直近の、特にですね、今日はMBA とビジネス X やる方が多いということなので、それに限定してまとめているんですが、MBA とじゃあビジネス X といった方はどういったところにいるんですかというので、代表的な方はもちろん、Apple、Google の方もいます。で、Apple はこの MIB 方が5年前にちょうど働き始めて、MBA の方でも、彼は2年前ですね、に本社で働いていると。で、あとはゴールドマンサックスの方もいますし、ニューヨークの PM、プロジェクトマネージャーのアメリカで、なんと M7 に働いている方がいますと。あとはシーコマレーの VC ですね。彼は確かあるその動画にも、出てた方ですね。2年前ですね。2年前出てきた方。あとはシンガポールのゴールドマンサックスの方もいましたし、女性の方です。赤字の方は女性なんですけども、香港の集まりで、彼女ビジネス経験またゼロからアートの MBA 取られて、マーケティングに就職されていると。あとは AI エンジニアでアメリカ現地就職。シンガポールの海運会社。あとシカゴのですね、なんとエネルギー会社でプロジェクトマネージャー採用と。いう方もいましたし、MBA とビジネスを取って、スタートアップにインターンされた後に VC に働いていると。あとはですね、女性の方で、国連ニューヨーク本部、ボストンに就職がありましたし、あとは、AT カーに、AI エンジニア、AI 企業で、機械学習エンジニアですね、マシンラーニングエンジニアの方もいますと。あとはやっぱりプロジェクトマネージャーも最近多いですね。で、あとは MBA とビジネスタックスで、ニューヨークの2個でアンダースタイルということで、これはあと一例なんですけど、やっぱりそのビジネスタックス、組み合わせること非常に多いのかなと。野党側としても、じゃあ、プロジェクトマネージャーの上で MBA 取っている、皆さんいますよねと。差別化するために、じゃあ、あなた何ができるそのテック系のことをやりましたということで、じゃあビジネスアックスやったことを見せて、こういったプロジェクトやったんですよと。そしたら、これをそのままやってくださいというので、ハルト実際にやったプロジェクトをそのまま就活アピールできると。いうことを皆さんこういった就活を現地でも勝ち取っているというのがやられてきている。
で、先ほどちょっと申し上げた、これから入学する方ですね。来年ですかね。来年のもう、秋。もうすでにこの時点でラウンド1で、オファーもらってる方の、ディナー会を、先週ですかね。ちょっと東京でやったんですが、その嬉しい声まで一人届いていたので、紹介したんですけども、ハルトの合格者ディナー会に参加してきましたと。たった2時間でしたが、感性がある方が多くとても盛り上がりましたと。で私が話した方はほぼ全員海外経験を持っていて、イギリス、アメリカで高校生活でバチェラーも持っている方も当たり前という環境で、人生や仕事に能動的に取り組んだ方が多く、基準値が一気に上がりましたと。で、卒業生も数名来ていたので、卒業生について聞いたら、ハートの勉強については、ついていくことは大変だったという脅かしをいたったので、日本にいる間にできるだけ中学準備や資格勉強を始めて、現地では学業にもしっかりフォーカスできるような態度となると思いました。で、私もですね、初めてお会いすることも多かったので、ゆっくり話してきて、やはりハートの主張の強さ、先ほどもした通りですね、MBA に加えて、特にビジネスアナリティクスが取れているのが、やはり企業に受けがいいという話でした。で、大量奨学金の仲間できたので、引き続きそこはメイクを頑張りたいと。よって、皆さん、そうですね、士気を高めていた。で、これはあくまで彼の一例なんですけども、ちょっと今日は顔見せなんですけども、こういった方が、感想としていただいていて、私もそうですね、もう5年間アドバイスしてるんですけども、非常にレベルが上がってきて、嬉しいこと。ある方で紹介とかで非常にレベルが高いんですけども、もうデフォルトとして、東大、今までは本当数名だったんですけど、東大、普通ではね、東大からハードルで普通もしくは、旧帝大、大学に出てますとか、これで、海外でもともと場所を取ってますとか、あとは早慶、そういった方がもうほぼほぼデブになっている環境になってきてるんだと。いうので、私が5年前始めた時に加えて、非常に日本人の方のレベルが上がってきていると。間違いなくて、逆に言うと学校としても、それ方がどんどんこうやって実現を残しているので、もちろん、早慶、東大のみならず、全く、ビジネス経験ない方。でも、実現を残しているんですけども、そういったレベルが上がってきていると。いうことで、学校としてもですね、そういった方もどんどん来てほしいというので、もしかしたらそのレベルが、だいぶ、求めるレベルが今後上がってくるというのが、いい点なんです。期待できると。で、これは入学者の方の声で、卒業生の方です。直近、これも先週ですかね、ちょっと初期の声を紹介したかったので、まず一人目が、彼は MBA ロンドンを取れていて、で、久しぶりですと。彼は卒業後も就職活動を続いていますが、昨日アメリカのフィンテックの会社からオファーをもらい受託しましたと。リモート勤務ですが、スイス、イギリスかシンガポール、もしくは日本になる予定ですと。で、ハートの MBA や今までの経験のおかげで、今回のポジションを取れると思いますと。で、年収がなんと、前職、よりも7割増というので、なんとこの会社は日本人初採用ということで、思い切ってくれましたと。で、これからの人生がとても楽しみになりましたと。以前、ハルトを紹介いただきありがとうございました。今後、ハルト入学生向けのイベントの際は、全力で広報していきたいと思っておりますと。で、彼は日本人にはハルトの MBA が必要と思いますと。色々しげと思いました。ということで、私も昨日のことに覚えてるんですけど、彼は迷っていて、本当にハルトの MBA 行くべきかどうか。最後の最後に迷っていて、決断をいただいて、で、ロンドンですね。ロンドンからスタートしていると。それで、今はアメリカのフィンテック会社で、なんとですね、前職よりも、非常に素晴らしい方なんですけども、その前職よりも 1.7 倍の給与の上昇があると。いう、彼のみはですね、こういった方非常に多いんですが、ハルトは絶対に、卒業とかも話聞くとやった方には、ぜひ後輩にお勧めしたいという声が取れている。二人目、彼が、MIB ですね。MIB をやられて、今いわゆるファイナンス、マスターファイナンスをやっていると。で、ボストンでのファイナンスが始まり、充実した日々を過ごしていますと。就活も終わりましたね、合格ということで、卒業後はビッグ4のテキサスの事務所のオーディターとして働くことになりました。目標としていた現就職が実現しており嬉しいですと。で、周りの方々のサポートとハルトの周りのおかげですと。感謝しますということで、もともとじゃあ現就職決めて、いう方も多くて、彼なんかは USCP を在学中に取られたと。学業もやりつつ、就職活動ちゃんとやって、で、MIB、ファイナンス、組み合わせて、こうやって現就職を果たしている。これはあくまで一例なんですけど、非常にこういった方が多くて、こういった方々も声が響き取っているので、ぜひですね、これから、来年に向けて、皆さん、時期的には非常にピークだと思うので、このラウンドにですね、で、まず挑戦いただいて、チャンスをつかめていたと思いますと。で、最後に、先ほどちょっと申し上げた、オンライン面接いた。これが、今年ちょっと協議して、来年からオンラインでも、プレコースね。オンラインプレコースっていうのを始めると。
で、先ほど申し上げた通り、価格は3ヶ月1710ドル、6ヶ月3250ドルというので、これは皆さんご存知の方いると思うんですけど、イングリッシュライブという EF が出しているオンラインの、ネイティブの講師をマンツーマンについてもらって、もしくはグループセッションで久しぶりにディスカッションするとか、そういった非常に人気なコースがあったんですけども、それを作ることによって、プレコースを実現すると。で、期間は3ヶ月から6ヶ月。で、セッションすることは、自体は、3ヶ月の方は24年数。プライベートですね。半年の方は48なので、だいたい1ヶ月8レッスン。なので、週に2回ですね。必ずプライベートでやるんですが、もちろんその課題、プレコースなので、それまでこれやってくるとか、宿題、テスト、ディスカッション、どんどんそういったのが入ってきて、自分でももちろん自習でどんどんやってもらうというのを含めて、こういったオンラインだとプレコースがこれぐらいの価格でできますと。で、これちゃんと終了して、ちゃんとその後に最後インタビューです。終了してるだけじゃなくて、そのちゃんと話せることを証明するので、最後ちゃんとインタビューを、ハルトのアドミッションとで、それを証明できたら、英語のスコアが免除となると。で、これは先ほど申した通り、世界一のオンライン英会話スクール、イングリッシュライブと提携していて、彼らはAppleと提携して、もう最先端の技術で、どんどんそういったプラットフォームを作っていったんですけども、とうとうそれが来年から、ハルトの MBA、マスターに入る方には、オンラインでもプレコース、つまり、これを終了すればハルトの英語が免除になりますというのをスタートすると。これは先ほどちょっと話したんですけども、ハルト現地のプレコースもあるので、どうでしょう。基本的に現地方は、現地方が多いんですが、最近ハルトオンラインの MBA も多いので、オンラインでじゃあちょっと現地行ける方は、もしかしたらこのオンラインプレコースを、メインで検討されるといいのかなと。で、ちょっとオンラインの話が出たので、オンラインベースについては、これも同様に11月末に申請すると、先ほどの 10%、4000ドルの奨学金、マックスで 25%、つまり1万ドルの奨学金を降りると。で、オンラインの方は、1月入学もできるので、来年1月の方は、500ドルをさらに追加で、これがキックオフですね。オリエンテーションが来年は4月に、アシュリッチというイギリスの、おしみのところでやるので、そういったオリエンテーションに現地で参加できる特典があると。なので、もちろん、今日メインはですね、コストパフォーマンスなので、メインはキャンパスなんですね。オンラインの方でも非常に人気になっているので、もしかしたら先ほどのオンラインのプレコースの組み合わせでこういった MBA も検討されているのか。いずれにせよですね、11月末までに、まずはセカンドラウンド、これを最後ですね、申請いただくと。で、年末までになんとかオファーをいただいてデポジットもお支払いすると。そうすると、早期奨学金と書いているのは、まだ奨学金の枠も残っているので、平均より高く目指せる可能性があると。で、アルファの商品は、保証としてさらに3000ドル追加で出てくると。UADB は、それに加えて、全額44,700ドルが、これ最後です。最後の最後、全額まだもらえるので、ぜひですね、これ見られた方はまだ1ヶ月時間あるんですが、早めに申請というと思います。で、最後にイベントは11月ですね。週を設けてハルトは、ハルトディスカバリーウィークというのをグローバルにやると。ただこれちょっとグローバルな時間帯が合わない方も、アジアの方多いと思うので、アジアの方限定で、これですね、11月15日に、卒業生を集めて、皆さんで、パネルで集まってもらうというのを、日本時間午後9時から。で、18日は土曜日、これは日本時間正午ですね。キャリアチーム。キャラのヘッド、おそらくアルファの動画に出ていただいた、キャサリンという女性のヘッドがわざわざ現地からセッションしてもらうと。そういったのもどんどん、招待されるので、ぜひですね、こういったイベント、あとトライアルクラス、無料で参加できるクラスもあったりとか、オープンキャブ、オープンハウスとかもあったりするので、この週ですね、11月の、この週までには、ぜひ申請いただければ、どんどんこういったイベントにも招待されるので、その20末待たずに、早めに申請されると思います。はい。ということで、私からは、そうですね、端的でありましたが、今日は主にハルトの授業料、奨学金、どれぐらいもらえるか。というところをメインに今日はお話しさせていただきました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。実際のですね、数値とかも出していただいたので、ちょっと振り返りつつ、皆さんからもご質問をいただいているので、いきたいと思います。まずは、はい、ありがとうございます。どうしようかな。ちょっといただいているご質問に関連して、スライドを戻りながらいければなと思いますけれども。なんか、エミさんの方でクリアにしたいポイントとかあります？結構わかりやすかったと思いますけどね。はい、わかりやすかったと思いますね。あと、先ほどの奨学金のところのネットのやつ。
そうですね。結局、まあ、どのくらいかかるのかっていうのが、他のビジネススクールさんもね、結局どのくらいの奨学金っていうのはあまり公表してなかったりするんであれですけど、ちょっと一応これを。この前ちょっと言っていただいていいですか？このビジネススクールの比較のとこ、ここですね。だから、これ1年生のやつ比較で、ちょっと2年生のやつも一旦見せていただいて、まあ2年生のやつも大体まあ2200、300から2000、まあ高いところだと800ドルぐらいパークレジット。これはあれですよね。リビングエクスペンスは入れてないってことですよね。これ一切10ユーロだけなので。はい。まあリビングエクスペンスはまあいろいろあるんで、これは除いていて、まあ全体2年間のチューイションを取るクレジット単位数ですよね。で割ると、まあ1クレジットあたりが大体これぐらいっていうことですね。で、それを考えると大体2000、2年生のところはまあ2500、600、700、800ぐらいのイメージ。2000後半台。で、1年生をちょっと見ていただくと、はい、1年生はちょっと安くて、まあ、2100から2400とか、その辺で、バブソンがちょっと安いけど、それとハルトがちょっとまあ、2000ドルアラウンドになってると。だからこれは MBA のワンイヤーだけで見ると、いや、ハルト8万7000ドルもするやんけ、みたいな話になって、で、これもリビングエクスペンス入ってないですもんね。一切含めてないです。はい。なので、ハルとバブソンと一緒やんけ、デュークとちょっとしか変わらんやんけ、高いやんけって、まあ、だから、で、まあ、これに対して22%の、まあ、これ MBA だけ取りたい人っていうのは、まあ、実はほとんどいないんですけど、要は22%のその奨学金が平均的にもらえてるんで、まあ、さらに安くなりますよっていうのがまず一つですけど、ほとんどの、まあ、アルファから受かってる人たちってね、MBA とビジネスアナリティクスをこうデュアルで取るので、そのデュアルの効果っていうのがすごい効いてくるっていう話になるわけですね。で、次の日、ネットの表。はい、これですね。で、上から3番目の、春とデュアルディグリーっていう、その87,900っていうのはさっきの MBA で、で、そのビジネスアナリティクスの44,700ドル。これだって今150円計算でやったら大体約700万ですよね。いや、これがでかいんですよ。この700万分がドカッとゼロになるのが大きいよねって話と、この87,900ドルまあ、約22%ぐらいの平均が奨学金が出るので、まあ、実質的には、まあ、80%弱、78%ぐらいが皆さんの、まあ、持ち出しになるんですけど、そうなってくると、要はスカラシップが65,893ドルっていう、まあ、トータル44,000ドル足す87,900の22%が入ってくるんで、この金額になるってことだと思いますけど、そこからクレジットはこれ両方合わせてってことですよね。はいですね。このデュアディグリー、ちょっとデュアディグリーの分は通常のマスターよりも、少ないので、半年だけなので、24体を追加する。なので、結果的にこの995ドルっていう一番右の、もう半額ぐらいになると。普通は2200、400ドルぐらいだったのが、そうですね、そのビジネスアナリティクスのこの700万円分の 100% 奨学金っていうのがもうマグニチュードがでかいので、結果として他の MBA スクール2年生の、まあ、約3分の1。で、1年生の約2分の1の、もうアルファみたいなね、ミさん。アルファの他の MBA スクール、MBA 予備校との比較ぐらいの感じになるっていう。で、これは非常にわかりやすいですね。その下に書いてある13万2600ドルが平均6万5000ドルっていうのはどういう？だからそれが今説明したやつじゃん。この上から3つ目の表だよ。8万7900足す4万4700が13万2600なんだけど、はい、要は4万4700が全額奨学金でもらえて、8万7900ドルの 22% 分を足すと約6万5000ドルになるってことですよね。そういうことですね。だからファーストディグリーで 22%、セカンドディグリーが今だったら 100% 奨学金が出るので、
それを差し引くだから、と6万5千ドルがトータルの授業料ってことですね。トータルの奨学金。トータルの授業料じゃないんですか？アベレージ6万スカラシップでしょ。6万5千ドルで MBA プラスビジネスアナリティクスが取得可能って書いてあるから、そういうことですよ。同じ金額になるのよ。だから、ほぼほぼ半分ってこほとです。ぼ半額になるのよ。うんだから、そういうこと。クリア。わかりました。はい。で奨学金50%っていうよりは、ファーストディグリーが22%で、セカンドが100%出るからっていうことですね。もう全部鳴らすと鳴らすと、ですね。もう全体50%的には分が奨学50%金で。になる。そうだ、このね、書き方がね、ちょっと分かりにくい。これちょっとわかりにくい。今の説明で、その通りです。なるほど、なるほど。そうそうそう。わかりました。それで、その下のプレ MBA というそのプレコースは、基本的には、昔ね、これ、奨学金もらえた時期もあったんですけど、今は、その自分のお金で行ってねっていう話になって、でも結構行く人は多いです。で、ただ、これは普通に上から2つ目のポチ、上の方の上から2つ目のポチで、プレコースを行くとすると2ヶ月で7000ドル、6ヶ月で2万ドルかかるけど、今度始まる、これオンラインプレコースっていうのは来年ぐらいから始まるんですか？もういつでも来年の1月から、年明けからスタートできます。年明けからスタートできるというので、だから日本にいながらっていうか、英語の準備ができるっていうことですよね。世界中どこに、日本にいながら、世はい。界中どこにも。だから、英語自信がないっていう人とか、IELTS 受けた、これ IELTS 免除もあり得るっていうことですかね。これはトーフル、アイエルツ、デュオリンゴ。それが全部免除になるので。ああ、そうそうそう。免除になるので、ただ、その英語はね、見てると、なんだろう、意外と厳しくて、オンライン、プレコースも、ある一定の、点数をクリアしないと、MBA 受からせてくれなかったりするので、そこはちゃんと気合入れてやった方がいいと思うんですね。IELTS とか、他の学校も受けるんで IELTS やりますみたいな人ももちろんいますけれども、もしハルトさん行かれる場合は、オンラインプレコースというのは始まるんで、7000ドルとか2万ドルとか出さなくても、オンラインで1700とか3000ドルで行けちゃうよっていうコースが今度始まります。で、ただ、これは奨学金の対象ではないので、っていうことですよね。これ自体というよりは、プレコースでどうしても現地行きたいという方で、ちょっと平均もらったけど、ちょっと大変な方はもちろん上乗せで。これ全額多いないと思うんですけども、それをカバーできるようああ、そういうこともあり得るってことですね。さらにその22%プラスアルファでちょっともらえる可能性もあるってことですね。そうですね。平均なので、これはデータ見ると、プレコースいる方の方がたくさんもちろん、他の方よりも。そういうことです。はい。はい。で、アルファの奨学金っていうのは、アルファの生徒さん向けに3000ドルの奨学金が出るんで、多少奨学金率が、確定的な奨学金率が高くなるよってことですね。そうですね。うんうん。よくわかりました。それで、大体これで皆さんクリアですかね。結構クリアになったと思いますけど、あとは GMAT とか GRE とか高かったら、多少奨学金率が高くなる可能性がありますよっていうことと、あとはそのニードベースっていうのは、これはあれですか、お金があんまないよみたいな、社会人でお金ないよっていうのはあんまないと思いますけど、実際になんか僕がもし生徒っていうか、出願者だったら、どうやったら奨学金の額を最大にできるのかなってことを考えると思うんですけど、そういう質問も受けるんですよね。どうやったら、ハルトさんの奨学金最大にできるんですかって、皆さんもちろん1円でもね、なんか奨学金高くしたいってなると思うんですけど、だからなんか金ないって言えばいいんじゃないとかって言ったことあるんですけど、多少それは正解ってことですかね。シンプルに言うと、ただそのアピールが非常に難しくて、金ないのをアピールするのに、まずは、じゃあローンとか申請したのとか聞かれるので、ローン申請これが具体的にもらえて、それでも大変ですという方は、じゃあこれが出して、ぜひ入学してくださいと。はいはいはい。だから、比較的そうですね、そういう学生の方とかいいのかもしれないですね。学生で卒業後に MIB 行くみたいな人は、その親があんまりお金なくてみたいな人もまあまあいるから、そういう人なんかはアピールしやすいのかもしれないですね。社会人だとまあまあ普通に稼いでる人たちが多いから、
まあ、こんな感じになるってことですかね。そうですね。大学生の方は、おっしゃる通り、もうすでに働いてない方はほとんどなので、50%ぐらい、半分ぐらいなので、そこはちょっと考慮される。いやだから結局ね、ちょっともう一回2年生のやつ戻っていただいて、僕らが結構明確にしたかったのは、すごく岩田さんに汗かいていただいて、数字をね、きっちり作っていただいて、本当助かってますけれども、要は何が言いたいかっていうと、2年生の MBA に行って、日本人が奨学金をもらえる可能性ってほぼないんですよ。ほぼない。もう GMAT がね、750点ですみたいな人が奨学金もらいましたみたいなのはたまに聞くんですけど、ほぼないと思いますね。そうなると、別にコロンビア行ってもいいし、シカゴ行ってもいいし、まあ実際にアルファでも行く人いっぱいいますけれども、ほとんど奨学金もらってなくて自分たちで行ってるわけです。それは借金してね。まあ借金ももちろんいますけど。そうすると、普通に24、5万ドルかかってるわけです。24、5万ドルね。でも、これは2年生なんですけど、実質的にハルトに行くと、ちょっと次のページ行っていただいて、要はハルトの、この次ですね。ハルトの MBA とビジネスアナリティクスのデュアルで1年半なんだけど、1年半だと6万5000ドルで済むということです。つまり、2年生に行くと24万ドルかかるのが、ハルトは1年半で6万5000ドル、つまり、まあ、約4分の1で済むってことですね。で、リビングコストは、まあ別に同じところ住んだとしても、まあ、半年分は安くなるんで、そこはまあ多分そんなに、まあハルトはね、ボストンとかだと、すごくいいホテルみたいな、寮があって、これアルファの動画のところにも置いてあるんで見ていただければと思います。そこだと安く泊まれたりもするので、まあ、そういうのをご利用いただいたらいいと思いますけど、つまり他のビジネススクールの4分の1でいけますよ。このね、円安時代に。しかもなんかもう、日銀とかは、全く介入する気配もないので、普通に155円ぐらいまで行くんじゃないかというふうにまあ言ってる人もいたりとか、まあもう多分、円が本当にリラ化してるみたいな、もう世界中から笑われてるぐらいですけど、要はもうどんどん、ちょっとね、なんかいろいろと本当にこんなに安くなってるのは何かあるんじゃないかなって思うぐらい安くなってますけれども、まあそれにしても、要はその2年生の MBA に、ね、24万ドルかけるのか、それとも、ハルトのデュアルディグリーで、かつビジネスアナリティクスがさっきのね、人のコメントでありましたけれども、さっきの皆さん楽しそうに、僕は結構ね、アルファさんっていうか、アルファから合格してる人も多いので、さっきのなんか飲み会みたいな、これですね。この人が書いてあるのはまさに端的にそうだなと思うんですけれども、やっぱりものすごいレベルが、ハルトに行く人たちのレベルが上がってるっていうのは、事実です。で、やっぱりハルトいいんじゃないって言って、ちょっと受けてみたいと。で、アルファにももちろんね、皆さん、まあ、トップの方もたくさん来られるんで、まあ、ハルトプラスアルファでって言って受けられる方もいらっしゃるんですけど、やっぱり最終的にハルト行くみたいな人も増えてきていて、で、それはやっぱり、このビジネスアナリティクスの効果と、あともう超絶実践的なプログラムっていうのが、多分めちゃめちゃ受けているっていうか、企業に受けてるんですね。とにかく企業に受けてる。だから、就職がすごく良くなってるっていうのは、まあ単純に、ハルトさんのその MBA とビジネスアナリティクスのこの最強、世界最強のデュアルディグリーがあるっていうのを加えて、結構優秀な人もい始めてるねと。で、とはいえ、今まではね、まあぶっちゃけいろんな人が言ってたんですよ。で、だからといって別になんかそんなに学歴高くない人が行けなくなったかっていうとそういうわけでもないところが面白いところではあるんですけど、別にハルトって、まあ僕が言うとあれですけど、なんか結構動物園っぽいところかなと思っていて、本当にいろんな人が切磋琢磨してる。でもやっぱりみんなインターナショナルでアメリカとか世界でやっていこうぜみたいなね、気概のある人が多くて、あとはね、ここの中で意外と大事なのは、その感性が合う方が多くって書いてあるんですけど、これはね、本当そうだなと思って、なんで企業がそのハルトの
生徒たちを好きになるかっていうのは理由が結構あってですね。ある意味、トップスクールの人たちって、ちょっとね、なんか鼻につく人も多いっちゃ多いんですよ。皆さんわかると思いますけど、なんとなく言いたいことは。うん。ねえ、みさん。だから、なんかね、やっぱりビジネスって、そのビジネスマン、ビジネスウーマン、ビジネスリーダーって、本当世界中の人たちと、うまくね、ビジネスをやるっていう、このなんか人間性で、あんまりその肩肘張ってないというか、その自然体というかね、まあ、素直というかね。そうですね。素直で、別に他の人が素直ではないっていうと語弊がありますけれども、まあ、一言で言うとさ、そういう、印なんかね、象もハルトの結構ね、方、比較的そういう傾向がありますよね。なんか、そうなんですよ。一生懸命だし、そう、変にこう、私は学歴がこういいからみたいな、こそういうオーラがない。とっても一生懸命自分のキャリアを良そうなんです。くしようっていう人たで、ちしが多い。しかも、もともと東大総研とか学歴高い人たちの中で、そういう層が来ちゃってるから、これね、そうですね。こう他のスクールの人たち勝てなくなってきてると思うんですよね。そうそう、本当にそうですね。やっぱり私もリクルーターの方とね、最近、アルファの転職のサポートの関係でもお話しさせていただく機会が非常に多くなりまして、いい学校に行ってるから取ろうっていうモチベーションは本当になくて、やっぱ最初のスクリーニングの段階で、まあまあいい学校に行ってれば、まあそれなりにね、キャリアを積んできてる人なのかなっていう期待値は、まあ正直ある企業さんも中にはあるんですけど、結局蓋開けてレジュメ見たり、やっぱり面接ですよね。そこで、まあなんというかな、ちょっとコミュニケーションに難がありそうだなとか、まあなんかこう、あんまり一緒に働きたくないなんて思われてしまう方は、やっぱりね、どうしてもね、そこで落ちてしまうんですよね。だから、本当にトップスクールかどうかって関係なくて、ただやっぱり MBA で最低限のことしっかり学んでますよねって、なんならハルトさん最低限以上の、まあ、実践的なことされてるので、やっぱ企業さんからの評価が高いというか、いい企業にこうみんな入ってる、トップの企業に入ってるのは本当にうなずけるっていうのはね、結構中をよく見てると分かりますよね。いや、そうなんですよね。だから多分今後も、まあ、できるだけね、僕らはあんまりまあ、他がね、その他の MBA スクールが、そのチューイションというか授業料を毎年毎年まあ上げるんですけど、ハルトはあんまり上げない方がいいみたいな話をね、結構我々もしているんですけど、まあやっぱりコストもインフレもあって、そこはまあ全体的に上がるのはしょうがないんですけど、その分やはり今見ていただいたみたいに、その奨学金が大量に出るんで、やっぱこの1年半の MBA プラスビジネスアナリティクスで、6万5千ドルでいけるっていうのは、まあ破格だと思いますね。はっきり言って。で、かつ、その就職もいいし、その就職のネットワークもすごいいいし、あとはまあ、ちょっと手前味噌ながら、そのアルファも、そのボスキャリとか海外就職とかめちゃめちゃ実はサポートしていて、やっぱりそこのノウハウ、まあ実際ね、面接の対応とか、レジュメとかも死ぬほどブラッシュアップしてたりするんで、ぱりちょっとね、そこは少しばかりが貢献してるかなっていう自負はあるんですけど、まあ、アルトさんとアルファのタッグの、によってですね、皆さんがまあものすごいこう、うまくいってるよねっていう話と、皆さんに今日クリアにして、クリアに今日、まあ共有したかったのは、やっぱりまあ、数字で見ると、まあ、すごいクリアになったよねと。やっぱりこれで6万5千ドル、もうネットで6万5千ドルっていうのは多分他ではないじゃないですか。多分1年間で7万ドル、8万ドル、他のスクールであれば。それ今だって先ほどのちょっと2年生のやつ見せていただいて、もう、いやー、すごい高くなってますよね、本当。結構びっくりするぐらい、僕が留学した時ってまだ6万ドルとか、6万5千ドルいったかな、6万ドルぐらい、5万ドル、6万ドルの世界だったと思いますけど、もう今やもう8万ドル当たり前の世界ですからね。
で、まあ、とはいえ別にいいんですよ。こうトップスクールはトップスクールでそれなりの価値があるし、別にそこは僕らは全然否定してないし、そういうトップスクールにね、世界のトップスクールにガンガン入れてるようなところを提携したりもしてるんで、そこはそこでもうガンガン行ってくださいと。ね、いう話と、ただ、ちょっとね、やっぱり聞いてると、トップスクールのであんまり就職うまくいってないみたいなね、人をサポートしてて、その人が言ってたのは、やっぱり、なんか、テクノロジー系の授業、ちょっといくつか取ったんだけど、うちの学科あんま強くないんですよね、みたいなことは言ってましたね。なので、そこはね、結構テック系はもう、なんていうか、もうマストハブのスキルになってきてるから、やっぱりテック系が弱い学校はトップスクールであっても、行くと、その後ね、例えばコンサルとか行っても、結局テックがそんなに強くないコンサルもあったりするから、自分のスキルにならないんですよね。売れるスキルにならない。なので、コンサルの人もすごい最近相談多いんですけど、やはりそういうテック一回学びたいみたいな人も多いから、まあ、やっぱり、ハルトさんの先を見てね、すごいこう、先鋭的な実践的プログラムを、まあ、どこよりも早く入れていて、かつ、MBA とビジネスアナリティクス、まあ、だから、もう MBA とビジネスアナリティクスとか、MIB とビジネスアナリティクスっていう、もう、このセット一択なんですよ、ハルトは。言ってみたら。だからこれ以外は損なんですよ。MBA もうワンショットで取りますっていうのは損なんですよ。あんまり、損っていうか、あんまり得しないんですよ。だから、ハルトのいい生き方っていうのは、最強のコスパと最強のリターンだったら、ハルトの MBA とビジネスアナリティクスのこのデュアルをセットで取って、1年半行くっていうのがもう最強なんですよね。そうですよね。なんかアルファに来てる人はほぼっていうか全員その取り方、もうそのリビングコストというか生活費はもちろん半年だけ長くなっちゃいますけども、やっぱりね、ボスキャリにも2回参加できるし、アメリカ生活も、半年でもう一つディグリー取れるというのはかなり特にアメリカの就職大きいなって皆さん見てて思いますし、ただ中にはご自分でハルトさん受けてる方もちろんいらっしゃるわけです。アルファではなくて。そういう方ね、意外とこの1年生の MBA で終わってたりするんで、いやいや、絶対デュアルディグリー取った方がいいですよって、就活の相談とかにね、MBA に今いるんですけどって来られる方とかに言ってるんですけど、そうそう、なんで、そこは絶対ね、できもうた方がいい。これ見ていただくと一目瞭然じゃないですか。どう考えてもデュアルで取った方がいい。うん、そのそうですね。コスト的にはね。で、あと皆さんのキャリア的にもそうだそうですし、よね。はい。はい。思います。で今もう6万5千ドルでいけるところなんてほとんど地球上に存在しないと思う。はい。そうですね。デュアルディグリーって言っても、他のスクールだと普通に2倍かかりますかね、ほとんど。そううん。で、多分いいです。ハルトの場合は、やっぱりそこのブランドのその価値っていうのは、まあ何でもそうなんですけどね、やっぱ追いついてういくのにん。時間がかかるけど、多分まあ、皆さんね、そういうのに気づき始めてるから、多分あとどうでしょうね、4、5年経ったらもう盤石の感じになってるかなっていう感じがするし、あ見てる限りにおいては、ハルトだからっていう理由で、なんでしょう。なんていうかな。その学校名で受かってるっていうのは、うん、なんていうか、マイナスにはなってないんでしょうけど、なんかさしてプラスにもなってないっていうか、普通にトップスクールでも全然うまくいってない人も正直いますしね。そうね、ハルトさんとか普通にMBA もそうですし、それこそ日本の大学から直接行ったMIB の生徒さんとかも今、ボスキャリ、すごいアルファで見てますけど、普通にトップの外資投資銀行とかコンサルとか、コンサルはまだかな、投資銀行とか、全然内定したり、ディナー呼ばれたりしてるんで、なんかそうね、本当にやっぱりね、関係ないんだなって、最近、やっぱ企りその就業の、活対策は別にアルフうん、ァでやってるっていうのはかなり大きいと思いますけどね。企業のリクルーターの人たちが気づき始めてるよね、もうね、ハルトって。わかりますもんね。リクルーターの人もやっぱプロなんうん。で、あと普通にゴールドマン・サックスとか入ってる、ブラックロックとかも入ってるんで、うん、本当に Google とかね、マイクロそうですソフトとか ね。Amazon とか、もう本当、ドルを稼ぐ、アメリカとかに行ってドルを稼ぎに行きたいんだっていう、本当皆さんのご相談が、一言で言うと殺到してるんで、今。うん、本当うん、ですね。ここ、なんか1ヶ月くらいでよりその、
感じが増してきましたね。やっぱり、ね、さすがにもっとああいうこの状況を見て、日本大丈夫かなってみんな思うよね、それはね。っていうか、そう大ですね。丈夫じゃないって。いや、正直半年くらい前まではアルファも相当言ってましたけど、まあなんかとは言ってもまだいけるっしょみたいな感覚がありましたけど、なんか最近のもうこの円安もそうですし、ちょっと、そういうなんかいろんなあのさ、流れも含めて、なんか急に海外就職の相談とか増えたなっていう感じしますね。いや、そうですね。さすがにちょっと、ある程度鈍感だった人もこう、やばいっていう感覚になったのかなっていう感じします。ちょっと皆さんからのご質問に行きますかね。はい。では皆さんからいただいているご質問に移っていきたいと思います。ありがとうございます。席を確保というところがありましたが、もし席を確保していない場合はどのような対応になるのでしょうか。デポジットのところですかね。これは大体どの学校もありますけど、合格したらデポジットがなんだろう、入学金みたいな感じかな。を払って、合格した席を確保するっていうのは大体どこもあるんですけど、そうですね。ありがとうございます。これは皆さんもクリアにしたいと思うので、おそらく大学時代の時でも、私もなんか滑り止めとか受けて、そこで30倍の入学金よくありますね。それは大学時にも同様で、僕すると一定期間以内に入学金。今のところ通常5000ドルなんですけど、2500ドルで対応できるので、この特にラウンド、早いうちにまずは確保する方が多いのかなと。で、このスケジュールも決まっていて、じゃあ10月上旬にオファーもらったら、一旦10時半ばまで、下旬だったら末まで、12月も同様ですね。決まっているので、この先のスケジュール見えているので、ちょっともし仮にオファーいただいたら、それまでにはデポジット。これはデポジットなのでもちろん授業料が差し引かれるので、追加でなんかお支払いとかはないので。で、ちょっと質問の方です。それをちょっと逃してしまったら、基本的には一旦キャンセルするんですが、例えばじゃあこの方、ちょっと他のところも受けてダメだともう一回チャレンジしたいと。のであれば、じゃあ一回受けたから、この枠で、もしかしたら抑えられるということで、声かけていただいたら、一旦そのアプリケーションを、リアクティベーションして、もう一回、チャンスする可能性だったら、基本的には一回もう、デポジットの期限がついてしまったら、他の方に、枠をトランスファーしてしまうので、有利にならないので、なるべくその期間内には確保いただければいいのかなと。ありがとうございます。はい、ということで、できるだけ皆さんその場で確保してしまえば、もう席が確定しますし、ちょっと他のスクールどうだったか忘れちゃいましたけどね、なんか一応ね、岩田さんが席がもしあれば復活できるってことですけど、普通復活はできいや、ないんじゃない普通復活ないよ。大体ないです。過ぎちゃったらいつまでに、もう終わりですよ。デポジットの支払いが、多分数週間後ぐらいになってて、うんうんで、それ払わなかったら終わりっていう感じになる。だから払えば一応キープはできるっていうのがほとんど他の学校はそんな感じですね。そうです。どこにでもあります。うん、はい。では、次の、はい。ROI のご説明をいただきありがとうございます。はい。米国就職率は留学生ということなので、学部生やコミカレは、コミカレなども含まれていると思いました。MBA 卒業生における米国就職率のデータをお持ちでないでしょうか。そのデータでもハルトの就職率が高いというデータがあればいいのですがっていう。コミカレはそもそもハルトじゃないんで、入ってないと思いますけど。これマスターだけですよね、多分ね。多分この方おっしゃってたのは、この IIE のデータですね。これはこれですね。はいはい。このインストレーションインターネットに出しているところで、私が取ったんですが、このなんか詳細は見えないので、これが果たしてコミカレなのか、大学ですが、ただ基本的には15%平均で、留学生で、ただ私の感覚上、ハードで9割以上留学生なので、なんか他のところっておそらく留学生はそんなにアメリカ人が多いと思うので、そういった理由から留学生がアメリカで働くのは厳しい。中で、ハルトは、じゃあ MBA だったら73%。昨年マスターは72%。もう両方7割超えなので、ことおそらく大学院で言うと、7割以上なので、ちょっと他のところは、このデータの私、ソースは分かります。そういうことですね。なるほど、なるほど。他のところのってことか。この私もそうですね。全体の MBA のってことですね。全体のそうですね。留学生しか書いてないので。ウェッツクンツとかにありそうですけどね。ただ、見てる限り、
ね、なんか、入住さん、結構 MBA の方もご相談に、ハルト以外の方も来られたり、お話ししたりしますけれども、なんか意外とみんなゆっくりしてるっていうか、アメリカ就職ってされてる方もね、もちろんいますけど、なんですかね、情報があないのか。の、アメなんか結構リカ就学校によってば職、らつきがありますよね、かなり。アメリカ就職をするという、感じがあんまり日本人の中にないんじゃないですかね。うん、特になんか社費が多い学校とかだと、皆さんなんか就職自体の、意欲というか、情報が全然ないので、いつも申し上げてますけど、要は、ハルトの場合は、本当、岩田さんおっしゃられたように、ほとんどインターナショナルスチューデントで、かつアラムナイ、卒業生もそうなんで、要は、海外からアメリカとか行くと、みんなやっぱり就職頑張ろうぜ、みたいな感じになって、で、そこで就職できた人たちが、その後輩をこう引き上げるんですね。で、そうなると、あんまり人種関係なく、ハルトの生徒だったら、じゃあ、私のレファレンスで面接受けてみなよ、みたいな感じでサポートしてくれるんですよ。一方で、他のスクールとかは、やっぱり白人とか、いろんな人種があって、結構分かれちゃうんですよね、それは。で、就職なんてもうまさにそうで、日本人がその白人のアラムナイにちょっとマイクロソフトを受けたいって言って、なんか喜んでみたいなのは、なかなかやっぱり厳しい現実はあるんじゃないかなっていうのは、やっぱり話を聞いてても思うし、現実そうなんですよね。したがって、やっぱりハルトさんのその就職がいい、もう最大の理由は、そのインターナショナルスチューデントのその卒業生との固いつながりというかですね、彼らのサポートみたいなのが実はすごい強くて、それがもうなんか隠れたバリューですね。だから就職がいい。特にアメリカの就職がいいっていうのはあると思います。はい。ありがとうございます。ということで、次ですね。MBA の方の年齢層はどれぐらいでしょうか？これは毎年上下なんですけど、昨年は33歳で、その前年は34歳と。基本的には34、5歳ですね。一方、マスターは24、5歳なので、そうですね。年齢は、平均なので、もちろん40、50の方もいらっしゃいますし、MBA でも20代若手の方も来るので、ただ平均としては33歳。はい、貯金です。はい。結構ね、年齢は幅がありますね、ハルトさんね。はい。すでにビジネスアナリ、ごめんなさい。すでにアジアでビジネスアナリティクスの修士を卒業し、データアナリストとして就労経験がある人は、ハルトの MBA のみでも MBA プラス、マスタービジネスアナリティクス相当と考えてアメリカで就職戦えるでしょうか？すでにビジネスアナリティクスのマスターも持ってらっしゃるってことですね、アジアで。うん、ありがとうございます。すごいですね。であれば、もしかしたら、MBA だけで、私も見てる限り、MBA でも、ステム化といって、MBA を、じゃあもう、ビジネスアナリティクス特化するということで、MBA をステムする方が、例えばアメリカでそのまま働く方が多くて、そういった方は、デュアルディグリー必要なく、そのまま就職する方が多いので、このデュアルディグリーって入学いただいた人が決めるので、その決める必要ないので、まず MBA で入学いただいて、じゃあ MBA をステムするか、もしくはデュアルか決めるので、ただ、賞金、先ほど申し上げた、このラウンド1の方は全額。賞金がまず、権利をあって、それをやるかどうか、使うかどうかは、入学後に決められるので、この方質問の方すると、両方選択肢を考えておいて、MBA だけでいいのか、やっぱデュアルで1年半やって、その間にたくさん就活するとか、期間も伸びるので。ただ、奨金については、これは後からもらえないので、まずは、ちゃんと MBA にオファーをもらって、デュアルでの全額賞金もらったら、入学入れてから、やるかどうか決めるので、ちょっと今の段階からこれしかないと私がお答えです。その賞金については、確保していた方がいいのかなと思います。はい。岩田さんがおっしゃったように、入ってからそのデュアルかどうかっていうのは決められるということなので、ただ、奨学金確保するのが最初からということですので、ぜひ、就職も含めてご相談いただければと思います。個別にこういう取り方したらいいんじゃないというのは個別等でもお伝えしてますし、就職のところもサポートしているので、ぜひご相談ください。はい。ご説明を聞いていたら、春と MBA プラスビジネスアナリティクス一択ではと思えてきました。いわゆるトップ校でなければ実現できないことならではのメリットはあるのでしょうか。トップ校
トップ校出身者に聞くと、やはり就活の時に名前が聞くとのことでした。過去その人はトップ校にしか行ったことがないので、そう言ってるんだと思いますがと。トップ校の定義もね、いろいろありますけど、トップって言っても結構いろいろあるんでね、トップ10だけ取っても。はい。質問は、すみません。トップ校でなければ実現できないことならではのメリット。ハルトさんに行くメリットみたいな感じですかね。なるほど。私も、そうですね。話を聞く限りは、環境なんかみんなで失敗しながらビジネスやろうという環境って、さっきちょっと、あったんですけど、なんか鼻がついて、なんかっていう方はあんまりいなくて、むしろ優秀な方でもそれだと一緒にやって、どんどん選択もしようみたいな環境があって、そういうことってあんまりトップに私ないのかなと思っていて、なんかビジネススクールなので、ビジネスしかやらないんですけども、イノベーションをみんなで起こそうよとか、今のビジネスなんか違うよねとかいうのを、なんか世界中考える環境って、そこはなんか、いいところで、ハルトのいいところ。で、そういうの温かいのも、そうやって環境で皆さんやって、皆さんつながりがあって、後輩大事にしたい方多いので、皆さん環境に行くと分かると思うんですけど、これは行かないと分かんないところで、やっぱりところにない、なかなか言葉にできない温かい環境を私は好きです。ということでした。そうですね。なんかやっぱり実践的っていう、なんか外から見てると、実践的っていうのとやっぱり人がいいって別にトップスクールの人が悪いってことでは決してないんですけど、とても温かくて、一生懸命な人が多いかなっていう気がしますね。はい。皆さんご質問ありがとうございました。ぜひご興味がある方はですね、次が11月の、30日までに申請ですね。まずは受験しますよっていう登録をしていただいて、でそこからアルファの個別統制だと、ね、皆さん$3000プラスでもらえますので、アルファの個別指導はもちろんお金かかるんですけど、$3000より安いんで、結果としてプラスになるっていう、なんか$3000の半分じゃん。そうですね、みんながハッピーになる感じのみんながハッピー設定なんで、俺たちが一番ハッピーにならないじゃん。一応でも皆さん受講していただくんで。いやね、そうそうそう。だから、僕らは、それこそ皆さんの英文のレジュメとか英文エッセイとか、あと、GMAT、EA とか、GRE、IELTS みたいな、デュオリンゴみたいなところをこう教えていて、で、結構ですね、せっかくのぶっちゃけの会なんで言っとくと、結構僕らのサポート側と、そのハルトさんとのせめぎ合いみたいなのもあって、どういうせめぎ合いがあるかっていうと、結構その締め切りが近いんですよね。こういうふうに11月の30まで。11月の30までに、別にアプリケーション全部出す必要はなくて、アルファに来てくれればいいっていう話なんで、アプリケーションはその後でいいんですけど、でも実際にはその合格はその翌月末ですよね、確かね。合格は翌月末っていうのがあるんで、1ヶ月ぐらいしか、だから最大2ヶ月ぐらいあるんですけど、皆さん大体月の途中とかに来られるんで、大体そうですね、だから面接までっていうか1ヶ月ぐらいしかないんですよ。で、その中で、その英文のレジュメとか英文のエッセイとか面接対策全部我々サポートしているんで、結構ですね、すごいスピードで、しかも高クオリティのものを出さないといけないっていうのが、我々の、仕事なんですけど、一方で、なんか、ハルトさんは締め切りがあるんで、早く出してくださいみたいなのがあって、なんかいつもですね、早く出さないといけないんですけどとか言って、でも結構そのクオリティすごい大事なんですよね。やっぱり何にしてもそのレジュメはレジュメで、当然皆さんが合格してハルトさんとかね、MBA に行かれたら、その後ボストンキャリアフォーラムとかね、今皆さん頑張ってガンガン突破してますし、もう内定も出てますけれども、ボス系でレジュメは使うし、じゃあ例えば長期ゴールとかね、なぜ MBA とか、なぜハルトみたいな、なぜこの学校みたいなところは、当然そのボスキャリとか海外就職の面接でも聞かれるんで、実はそこが一番大事なんですよ。そこが一番大事だから、結構時間かけて、そこはぐいぐいやるんですけど、なかなかそのハルトさんのタイムラインもあって、やっぱりそこがですね、いつも我々とハルトさんでせめぎ合ってるみたいなところ、我々は皆さんの味方で一応アプリケーション上はやっていて、やっぱり最高のものを作るっていうところに、我々の価値があるので、だからこそ、やっぱりその後、ハルトさんとかに行っても、
まあ皆さん就職うまくいくっていうのはやっぱりあるかなと思いますね。はい。なので、ぜひですね、まあこんなに、今、まあコスパがいいっていう言い方はちょっと、まあ皆さんに結構その目線的に合わせた言い方ではあるんですけど、まあこれだけ相当ですね、その授業料がその低く抑えられて、かつ、その MBA とビジネスアナリティクス両方取れて、かつアメリカの就職がすごくいいと。で、実際にあんまりまだ日本人ではいないんですけど、たまにチロチロって出るぐらいで、ハルトの、日本人以外の生徒さんは普通にバキバキゴールドマン・サックスとか、さっきのね、ちょっとさっきのこれですね。ゴールドマン・サックスとかマッキンゼーとか、まあ、ここに入ってないけど、ブラックロックとかね。なんかそういうところに結構バキバキ入ってるんですよ。で、でもそれなんか紹介したらいいのにと思うんですけど、それ紹介すると、まあ日本人じゃないじゃんみたいなツッコミがね、なんか来そうな感じがするから言ってませんけども、要は何が言いたいかっていうと、皆さんだって、例えばハルトに行って、アメリカのゴールドマン・サックスに入ろうと思ったら入れるんですよ。で、実際 Google とか Apple とか Microsoft とかに入ってる人もいるわけだし、アメリカのゴールドマン・サックスとか、アメリカのブラックロックに、やっぱり、まあ、なんていうか人種的にどうこうっていうのはあんまり僕らはないですけど、まあ、今は日本を中心にサポートしてるんで、せっかくならそういうところに入る日本人を出したいんですよね。うん、そしたらね、やっぱりアップル君のように次々に続くと思うんですよ。だから、要は、私はアメリカのゴールドマン・サックス、アメリカのブラックロック、アメリカのグーグルとか、マイクロソフトなんて AI で激アツですよね。とか、まあ、アマゾンとか、もうここに書いてるようなね、素晴らしい企業に、私は入りたいんだという人に来てほしいなと思います。で、やっぱりそれだけのそのネットワークがあるし、でそういう人が増えると、もっと希望になると思うんですよね。で、さっきエミさんも言いましたし、岩田さんも言ってましたけれども、本当に就職においては、特に MBA レベルは、学校名はほぼ関係ないですね。ほぼ関係ないです。だから、あとはどれだけ皆さんがコミットして、その業界に突っ込むかっていうことで、ちょうどね、なんかそれこそトップスクールにいる人で、あんまり MBA、トップの MBA ですよね、トップスクールの MBA って、やっぱり就職うまくいってないっていう人がやっぱり来てて、その人の話聞いてるとね、あ、なるほどなと思うのは、その人にはね、深さがないんですよ。深さっていうのは何かっていうと、なんかこの業界にコミットしたいっていうのがないんですよね。なんかこの業界もこの業界も投資銀行も PE も VC もみたいな、どれやねんみたいな。どれやねんみたいなね。で、ちょっとここ受けたいと思うんですけど、ちょっと練習にどうですかねって言って、何かなと思ったら、なんか、ボスキャリで、なんか太陽パシフィックファンドみたいなのがあって、見たら出てきますけど、これ受けたいんですけど、どうですかって来るんですよね。で、いやいや、それね、PE でもないし、VC でもないし、アクティビストファンドですよ、みたいなね。村上ファンドですよ、それ、みたいなね。で、僕は村上ファンドみたいなのやりたいと思ってるから、僕は好きだけど、今まで VC やりたいって言ってたじゃん、みたいな。じゃあ、いや、とりあえず練習でどうですかねって、だから、そういうこと言ってるから落ちまくんだって言ってんじゃん、みたいなね。だから、なんかいい学校に行くとね、実はそういうリスクもあるんですよね。なんかいろいろ受けたらいろいろ受かるんじゃないって言って、すべてが浅くなるリスク。で、ハーバードは別になんかランキング的にはトップトップじゃないかもしれないけど、今のところはね、ソーファー。ただこれだけのね、実績が出てるっていうのは何かっていうと、結構ですね、皆さんフォーカスしてるんですよ。例えば、自分は VC 行こうとか、自分は製薬に行こうとか、自分は投資銀行行こうとか、自分は絶対に現地のエネルギー会社に入るんだとか、自分は絶対 GAFA に入るんだと、GAFA でこの領域でプロマネやるんだとかね、もうほぼ決めてるんですよ。だからね、深さが出るんですよ。だから変なこと言うと、一種のいい意味での諦めがあるんですよね。まあ他のところに、確かにね、そうですね。ごめんなさい。どうぞどうぞ、エミさんどうぞ。
いや、今、イギスミさんがおっしゃってて思ったのすいません、途中で入っちゃったんですけど、どうぞ。思ったのは、いや、とは言っても別にそれトップスクール行ってもフォーカスすればいいじゃんって多分思うと思うんですけど、意外と、皆さん人間なので、トップスクールで、まあトップスクールでも、なんでしょうね。なんか結構皆さん幅広に受けたりして、フォーカスができてない、フォーカスしてない方が意外と多かったりして、でもトップスクールだから、とりあえず面接呼ばれるぐらいのところまでは行く方も多いと、いや、なんかあの人はもう VC、あの人は VC 受けてるとか、あの人は PE とこことここ受けてるから、なんか受けなきゃみたいになるんですよね。なんか人間って皆さん見てるとそういう感じがしますよね、なんとなく。大体うまくいってない人ってそうなんですよ。コンサル受けて、投資銀行受けて、なんかあれやこれや受けてるんですよ。それでほとんどうまくいってないですよね。で、うまくいく人ってやっぱり VC 一つ受けるにしたってよ。アクティビストファンド一つ受けるにしたって、じゃあアクティビストファンドで過去1年、2年のね、非常にリマーカブルな、すごいなと思ったディールなんですかとか、じゃあもしあなたがどんなところでもアクティビスト投資をできるとしたら、特に日本の会社で今やってみたいアクティビスト投資は何ですかって聞かれたら、もうだらだら話しながら話せないとダメなのよ。で、VC 行きたいんだったら、いやいや、VC 今大変だねと、マーケットもこうだし、なかなかね、アメリカの VC だって投資金額下げてるけど、日本だったらどういうチャンスがあると思うとかね、例えば日本とかアジアを見てもらうことになるんだけど、アジアで注目している国とか、もしくはその中で、なんかこの会社の IPO 良かったなみたいな、あるかねって言ったときに、もうよだれだらだら垂らしながら言えなきゃダメなのよ。つまり、それが深さであり、それがコミットメントなのよ。で、さっきのご質問にね、なんかトップスクールの方がいいんじゃねみたいな質問に、まあもちろんブランド的にあるに越したことないよ。でも、もうプロフェッショナルな世界だから、あんま関係ないんだな、MBA 行くと。うん。で、しかもさっき言ったように MBA 行くと、なんか幅広に受けちゃうリスクっていうのは結構ある。そう。で、ハードの人たちは、いい意味でも悪い意味でも、悪い意味あんまないかな。いい意味で、やっぱり素直だから、もう自分はこれ行こうみたいな感じで、ドカッと、だから結構いろいろあるじゃないですか。偏ってないですよね。見ていただくと分かるように。そうですね。で、自分はもうこの分野で行けばいいんだ、みたいなのが分かってるから、そこに突っ込んでって、で、その人たち、そこのアラムナイと卒業生とか、リクルーターの人たちとつながってバンバンやっていくんで受かるんですよ。で、当然そうすると、じゃあもしかしたら最初に、結構皆さん息が入ってますけどね。例えば、そのファーストステップとしてよくビッグ4とかに行く人がいるんですけどね、アメリカの。アメリカのビッグ4かよって思うかもしれないけど、アメリカでビッグ4でニューヨークとかでやっててみてくださいよ、数年間。その後、CFO 部門のマネージャーとかにどこでも行けるんですよ。そうですね。それもありますよね。でも、もし、なんかトップスクールやで、みたいな人が、いや、ビッグ4かよって言って、いくつかね、トップのいきなりさ、ところばっかり受けて、全部落ちて、やっぱり日本帰りますみたいなさ。そうですね。何やってんだよって話なわけ。だから、実はすっごい細かいけど、こういうことが起きてるんですよ。で、結果として我々が見てる限り、日本においては、日本人っていうことにおいては、やっぱハルトは圧倒的に就職実績いいよねっていうのは結果としてある。っていうことなんですよね。だから、なんか僕らすっごい細かいところまで見てるから、まあね、うまく伝わればいいですけど、皆さんに。まあ、分かんなかったらまた聞いてください。どっちもいいんですよ。別にね、トップスクール入っても全然いいし、僕らは絶対にハルト行けって言ってるわけでもないし、その人に合ったね、学校がベストですよってエミさんが言ってくれたように、まあ本当にそうなんで、ただ、まあなんでしょう、今ね、こんな円安な世の中だし、テクノロジー必要だし、もう米国で稼げっていうことだし、だからそのなんか3-7がね、揃った学校ってどこなのって話で言うと、まあ、ハロと一択じゃないって、しかも MBA とビジネスアナリティクスの、もう取るならこのデュアルよ。このデュアル一択だから、他も MBA 単体でいいんですとか、それはもったいないからって。そうですね。本当もったいないから、だからもうこの見ていただいたように MBA デュアルでもうそれこそもう、奨学金もらったら、
それこそもう$995でね、いけちゃうっていうのは、いや、まあ、衝撃的なプライスですよ。はっきり言って。だから別にこれ夫婦で行ったってね、最近夫婦でお申し込みされる方いますけど、夫婦で行ったって、あの、他の学校より安いんだから。まあそうはい。ですね。そう。家庭の全体の収入が。そうそうそう。それで、しかもさ、夫婦で行って MBA 取ってさ、しかもお子様も連れて行けばさ、夫婦でさ、ダブルインカムになってさ、2000万ずつで4000万でしょ。お子様も、ね、そのうち、ボーディングスクーラーとかになれるよね。そうですね。お子うん。さん連れてった方はね、本当に子供の方がやっぱり楽しんでるみたいな方多いですね、アメリ絶カ。対そうよ。もう、て生活かね、本当日本に行っちゃだ、もう日本に行っちゃダメですよ。そうですね。本当に衰退してってるなって本当思うし、うん衰退していく理由がやっぱりあるし、残念ながらね。はい。まあ、ちょっと日本、寂しいですけどね。まあそうね、すごくいい場所なんですけど、こと稼ぐってことに関してはね、なかなかしんどいんで、はい。ぜひ皆さん、あとは大丈夫かな。追加でご質問が一つありまして、はい。サンフランシスコの治安が悪化しているようで、例えばボストンで学びながらガーファームに就職活動をするのはやはり不利になるのでしょうか。まあ、西海岸のガーファムに入りたいってことですかね。まあ、西海岸以外にもありますけどね。私はごめんなさい。もう、ガーファと決めてるんだったら、先ほど話した通り、もう、言ってくださいと。で、なんか治安とかは、これ現地にいる方たくさんいらっしゃっていて、皆さんの話聞くといいのかなと。もちろん治安悪いところあるんですけども、そういった中でも皆さんどうやってそこで就職しているので、もうガーファ行きたいところに決めてれば、東海岸じゃなくて、もう最初から西海岸に、行った方がいいなと。はい。治安問題に関しては、あの、実際行かれたらいいと思いますよ。見まあ、に。そうですね。短期で、あんまり危ないとこに行かなければ、いや、本当に本当ね、場所によりますよね。実際に見てるものっていうか、まあ、我々の見て聞いたりしてるものって、大体なんかツイッターとかじゃないですか。いや、そうですね。結構ロサンゼルスに行って、私、そうそう。うん、ちょっとエリさん、ロサンゼルスに俺たちがさ、行った時の話してあげなよ。いや、ロサンゼルスにいつだあれ、8月の終わりかなに、本当に3日くらいなんですけども、ちょっとビジネスパートナーとに行くのと、あと USC に行くので、行ったんですね。で、最近ロサンゼルスって、ちょっと皆さんの認識はどうかわからないんですけれども、ツイッターとかで見てると、結構こう、まあ、治安が悪いとか、そういうね、ホームレスの方が多いとか、なんかそういう、ね、強盗がとかっていうのを結構私も見ていたので、いや、ちょっとロサンゼルス正直あんまり行きたくないなっていうのがあったんです。ただ、ちょっとその打ち合わせの場所とかがかなりまあ、所得層が高い地域だったんですね。で、まあ、ビーバリーヒルズとかあの辺りで、もう全く危険を感じないというか、その地域はですね、本当にもう富裕層しかいないですし、もうなんていうのかな、余裕がある人たちしかいないような場所だったんですけど、まあ、とにかく、もう全く安全性に私は問題を感じなかったですよ。いい車も走ってるし、で、まあ、泊まるところもね、そんなに治安が悪いところでなかったので、全く私が想像してたのと全然違ったんですね。なので、やっぱり自分の目で見るのがとても大事だなっていうのと、あとは、やっぱり、多分 SNS とかにある情報ってかなり、なんでしょうね、偏ってるので、ね、入住さんとも話してたんですけど、日本も、まあ、私たちは基本的にこう安全だと思ってますけど、まあ、ちょっとこう治安が悪い場所とかあるじゃないですか。やっぱり、東京とかでも。なんだかそういうところだけ切り取ったら、なんか日本ちょっと治安悪くなったわってなりますけど、そこはね、結構場所によるかなっていうふうには思いましたね。はい。実際にね、行かれてみてどう思うかっていうのは多分ご自身の目で確認されるといいと思いますし、おっしゃる通り、その不安は多分あるのはもちろんあるんだと思う。それは別に日本だってね、今、それこそ地政学的なリスクもあるし、明日どうなってるか分かんないし、アメリカだって別にヨーロッパだってね、そのいろんなリスクがあるんで、別になんかどこ行けば絶対的に安全だみたいなのはないと思いますし、ただ、まあやはりそのなんかご心配の種っていうのは、やっぱり自分の目で確かめに行くっていうのはいいと思いますし、
あと、まあ、先ほどのご質問で言うと、やっぱり、その会社に近いところの方が、まあいいかなっていうのは一つあって、で、ただ別に、東海岸の学校でも普通にニューヨークとかでも GAFA あるんで、そういうところでリクルーティングできますし、ボストンとかであればニューヨークとかにリクルーティングに行くとか全然できますしね。ボストンはハーバードとか MIT とかボストン大学とかいっぱいあるんで、そういうリクルーティングイベントなんかもどんどん顔出せますしね。東海岸行っても GAFA の就職は問題ないですし、西海岸行っても問題ないですし、あとはお子様とかね、もしいらっしゃるんであれば、お子様をまあ、その年齢によりますけど、どの学校に入れるかとか、そういうのはあると思うんで、ぜひ、アルファにご相談ください。その辺の情報もたくさん持ってますし、最近お子様連れでアメリカとかヨーロッパとかアジア行かれる方すごい増えてるんで、そういう、まあ、実際にもう今現地でね、お子様連れて、行かれてる人をご紹介するとかっていうのも、もちろん可能ですんで、はい。そういう不安はね、当然あると思いますけど、いろいろと、まあ、リスクは回避しながら、いろいろと我々も、こう、スイスイこう泳いでいければいいかなというふうに思っているんで、はい。いつでもご相談ください。はい。皆さんご質問、ご視聴ありがとうございました。では、先ほど、出していただいたんですが、最後に締め切りだけもう一度、ご説明して終わりたいと思います。こちらですかね。11月の30日までに一旦、申請ですね、受験の登録、これから受験しますよって受験登録をして、そこからエッセイとかレジュメとか、ハルトさんの場合は、まずエッセイ、レジュメ、あとはインタビューで仮合格っていうところまで行って、IELTS とか、あと GMAT、JRE はなくても合格自体はできますし、さらに奨学金プラス狙うんであれば GMAT、GRE やるって方もアルファでもいますけれども、まずはテスト、ほぼほぼなしでいけますので、そこから一生懸命英語とか頑張りましょうっていう形です。アルファの個別調整の方はプラス$3000がついてきます。今だいぶ円安なので、金額としても大きいかなと思いますし、あとはもちろんアルファとしては皆さんにやっぱり合ってる学校に行っていただくのが一番だと思ってますので、学校選びも、ハルトさんに限らずご相談に乗ってますし、いつでもご相談いただければと思います。はい、ご相談はアルファアドバイザーズのウェブサイトですね、無料相談チャットというところがトップページにありますので、無料相談チャットからご連絡いただければと思います。皆様からのご相談お待ちしております。はい。ということで、今日は井端さんも入住さんもありがとうございました。ありがとうございます。どうぞ。では、失礼いたします。はい。失礼いたします。